西洋では、第二次世界大戦は1939年のドイツ・ポーランド侵攻で始まったと提起される傾向があります。しかし、中国やその他のアジアの有力な歴史家は、第二次世界大戦は実際には1937年7月の日中戦争の進みにされたと教授が主張しています。世紀初頭の近代世界では、世界の訴えでヨーロッパの帝国主義列強の優位性が強調されました。そのため、日本帝国がアジアで成長し始めたとき、ほとんどの人はそれを、地域的な大国以上のものとみなし、イギリス、フランス、フランスなどで敵対すると考えませんでした。これをでこして、アジアと太平洋に影響力を刻み込んでいました。1904年から1906年にかけて戦われた日露戦争を機会にする例がありました。この戦争で日本は、勝島の戦いでロシア海軍を決定的に破り、世界に衝撃を与えました。また、アジアの大国が、軍事と外交、村井がプレイに立たされているささ、今日は日本におけるオールシュー方。英国の歴史家ジェフリー・レーガンはこの地震が、当時の日本人の考え方に与えた影響を強調した。世界の大国の一つに対する勝利は、一部の日本軍人により多くの、より大きく、より優れた艦船があれば、太平洋戦記同様勝利をされることができると確信させた。おそらくの国も英国や米国でさえ、日本海軍に抵抗できないだろう。したがって、対馬での勝利は、日本をアジアの旧白人帝国主義、列強との戦争へと導きといる、その後10年間、ナショナリズムと軍国主義が日本文化を席巻し、これが第世界大戦中のドイツ帝国に対する連合国支援作戦の成功につながり、周回での海軍活動も含まれる。しかし、戦後の軍備制限は西洋がアジアによる影響力をしようとしていると東京で言え。日本の運命達成を阻んだ。これが恨みとパラノイアを生み、1931年1月に日本が朝鮮と中国に進出すると、日本軍は中国南東部の満州に侵攻した。日本が所有する鉄道路線へのテロ攻撃、国際社会は侵略を不当とみなし、日本が勢力を拡大するにつれて孤立化をさらに深めた。1937年、満州を占領していた中国と日本の間で緊張が高まり、双方は全面戦争に突入した日本軍はソ連との小競り合いにも参加し、これらの紛争で日本軍とその指揮官は豊富な戦闘、1941年17日は攻撃後、連合国と最終的に戦うことになった。今日の世界で最も恐ろしい戦闘員たちの戦争のエピソードでは、最も有能で恐れられた大日本帝国の戦士たち、第二次世界大戦で最も恐ろしい日本兵たちを見ていきます。音楽。音楽。すべての主要海軍国と同様に、日本は第二次世界大戦の前後と戦争中に潜水艦に多額の投資をしました。太平洋戦域の広大な規模を考えると、日本の潜水艦はしばしば遠くまで移動しなければなりませんでした。広範囲に及ぶ長距離哨戒が可能となるよう、日本は巡洋艦潜水艦隊を建造し、燃料や物資を輸送して作戦、行動に備えた日本の巡洋艦、潜水艦はアメリカやヨーロッパの潜水艦をしばしば圧倒した。例えば、日本のビーチ型潜水艦はドイツ海軍で、日本の一般的なルートの7用と3以上のたった。これらの水中モンスターを武装させたのは戦争中最高の魚雷だった95型魚雷は、連合国4グランとして知られて93だった魚雷ベース8での使用に改造されたもので、当時世界最速の魚雷だったタイの95は、
時速55マイルを超える速度で発射でき、戦争指揮は回避を極めて困難にした。日本の潜水艦は大胆にもアメリカの海岸線を砲撃し、攻撃による被害は中程度だったものの、アメリカは、将来の攻撃に対する防衛体制の構築に多数の人員と支援を投入せざるを得なくなった。戦争で最も悲劇的な物語の一つを引き起こした張本人であり、その潜水艦の艦長は橋本であった。橋本は、京都の大家族に生まれ、神道の神官の息子で出すである10年の合宿をしたから読んでいずれ。2つからがっちゃうか、そこからがった。1927年に学校に入学するために言われて、4年後に卒業し、1934年に真珠湾攻撃の際に日本の潜水艦隊の任務に志願した。橋本は、真珠湾攻撃を攻撃の速度とするとした小型潜水艦を発進させた潜水艦I-24に乗艦していた。日本海域で小型潜水艦を指揮したと、新しい戦術。ドイツでかって自分の最終に100回を行した海域調査など短期間務めた後、建造中に完成間近だった58の艦長に就任した。ケイトン有人自爆。魚雷を発射できるよう戦い、週に4発搭載可能だった橋本とI-58は、1944年12月から終戦まで多数の魚雷を発射したが、戦争の最終段階で操縦士を失った割には成果はほとんど上げられなかった。連合軍の航空戦力は圧倒的で、I-58は時々ほぼ絶え間ない空襲にさらされた。ボーイング2級スーパーフォートレスによる空襲で爆弾がその位置近くの海に着弾したとき、潜水艦はかろうじて破壊を免れた。1945年7月29日の夕方、I-58は、かろうじ島のタイプで150マイルの海洋力とし、23日によってりを再充電した。航海。死の田中中尉は、1と日本のミフル大砲がしたウイルスが消されているのでキスを発見した橋本は、誤って目標を間補給戦艦と特定したが、実際は前日にはもう出港した14日、USS インディアナポリスだった。インディアナポリスは、極秘任務で、広島と、長崎の原子爆弾の主要部品と副物質を運んでいた。不思議なことにインディアナポリスはジグザグに航行していなかった。これは、アメリカ軍が、4軍雑誌を疎開機行してやる代わる雑誌を攻撃された状況だった。橋本は、I-58、汚染水線23、時26、分2、セスカは、同角で、ほぼ95、父親が発射23、時35、分け、橋本は、I-58、路線目標で14分の4と韓国で一発の熱を確認した。船は停止し、右舷に傾き始めた。橋本は再度攻撃を決意したが、次の魚雷を装填している最中にインディアナポリスは転覆して沈没した。アメリカの救援。船と航空機が間もなく到着することを期待して速度を上げていった。乗船していた1195人のうち約300人がインディアナポリスと共に沈没し、生存者が救助されるまでにさらに890人が寒冷、脱水症状、サメの襲撃などにより死亡した。4日後、インディアナポリスの沈没はアメリカ海上海洋ので海洋ナースと戦争における最後の重要な勝利の一つとなった橋本とI-58は戦争の最後の深い感じは実際の反攻撃を行ったがほとんど成果はなかった。最終的に日本の降伏から1年後、潜水艦はアメリカ軍によって沈没した。橋本は武器を剥奪され、海外に1945年12月、彼はインディアナポリスの艦長の軍法会議で証言するためにカリフォルニア州オークランドを訪れた。橋本は
アメリカの船がジグザグに進んでいたとしても、橋本が民間の貨物船の Z によって直後にクリアが過失で有罪だったが、他の船との衝突の後、辞職を余儀なくされ、代わりに父親の足跡をたどり、1990年12日に士官によった橋本は真珠湾でインディアナポリスの生存者数名と会い、通訳を介して、私が死なせた仲間の船乗りになったと入会にほいって悪党だった生存者のジャイルズ、マッコイはただ、許します、と答えた。橋本は生存者と協力して、マクベイの無罪放免を図り、2001、年、10、月、30、日、橋本が91、年で死去した5、日後にマクベイは、ウェドだった真珠湾攻撃前、アメリカとイギリスの司令官は彼らの戦闘機パイロットが採用されていた日本のパイロット。中国軍に対しては成功しましたが、中国軍は旧式の機種を操縦しており、訓練も不十分でした。そのため、奇襲攻撃から数週間後、連合軍の戦闘機が墜落し始めた時、連合軍の指揮官たちは唖然としました。日本の成功の鍵は、この機体の秘密を必死に知りたがり、驚くべき弱点が明らかになりました。A6M は機体を最高の F6F ヘルキャットなどの新しい航空機が登場し、戦況を連合軍に有利に傾けました。日本軍パイロットの損失は、ローズ作戦で新人。パイロットは訓練を急がされ、戦闘で惨憺たる結果となりました。連合国。日本の運命の転換期を生き延びた日本のエースの一人が岩本哲三で、彼は日本公式の最高戦艦エースとなった。1916年6月15日、北海道で生まれた岩本は、農業学校に通い、が、1934年に、大学に進学したいという両親の願いを聞き入れず、代わりに大日本帝国海軍の国兵採用試験を受け合格し、1936年12月にパイロットとなり、1938年に航空戦闘の上級訓練を受けた。1938年2月26日、中国での戦争に参加するために派遣された岩本は、海軍の爆撃機のグループを護衛中に、ソ連、セノイ、イヒョールビアイ、主力戦闘機に乗った中国人パイロットを攻撃を受けた。続く戦闘で岩本は、敵機3機を撃墜し、1機は撃墜可能と主張し、同年9月に日本に帰国するまで24機を撃墜し、この戦争で最高戦果のパイロットとなった。日本で教官を務めた後、彼は真珠湾攻撃のために艦隊に復帰し、そこで彼は強力な列戦で戦闘機の援護飛行を行った。アメリカ軍に対する彼の初期の勝利の一つは PBY5 アンペア飛行艇の撃墜であった。彼はまた重要な三本未開戦に参加し、そこで数機のアメリカ海軍の 4F4 ワイルドキャット戦闘機を撃墜した。しかし、この戦いは日本側の勝利であったが、日本艦隊は修理中の重要な空母2隻を失った。続くミッドウェー海戦での空母の不在は、アメリカ側に有利なバランスを傾け、1942年7月に教官としての役割能力を命じられ、そこで彼の技術を男子パイロットに印象づけることができると期待された。彼は、その後数年間頻繁に戦闘に戻ることになり、彼の最も目覚ましい勝利の一つは、1945年4月、容赦ない連合軍の猛攻、戦争の終わりまでに、彼は日本の総司カリカデ特攻隊員の訓練を重ねました。戦争が終わると、彼は、当初、日本の主要なエースとは認められませんでした。その称号は西沢。
抗議に与えられました。しかし、戦後の研究ではそのスコアはむしろ岩本に有利に傾いています。第二次世界大戦での公式の撃墜数は80機、中国領空での撃墜数は14機です。岩本自身は合計202機としている日記の中でこれを否定していますが、これは確認できません。これだけでも十分に混乱を招くので、公式には36機の撃墜しか認められていない日を主張し続けている人もいます。日本のパイロットとその指揮官が主張を誇張しすぎることで有名だったため、取り切る力将なら生活上リスクを行うですが、戦争のすべての側を苦しめましたが、ハイの準備団体はあなたと日本にと同様に4等ファイト中隊のうち頻繁に胃の不調に悩まされました。彼はそのために手術を受けなければならなかったが、そのうちの一つは外科医の失敗で、彼が1955年5月20日に38歳で亡くなった直後に、彼の妻は彼の最後の言葉のいくつかが元気になったらまた飛びたい、出会ったと。一緒過去に彼が大丈夫にとすることだったのだ。日本の神風ほど格高いものはなかった。神風という言葉は英語で大体神。おさと応援され、シャルルメスさてのに彼声と日本人には離れられてた。飛行機に乗り込んだ。いわゆる特別攻撃隊のパイロットは、彼らの飛行機の誘導システムとなり、連合国の軍艦、特に、戦略的に重要な空母を狙った武器となった戦争、ならに全ての側が使用した他の武器とも異なり、神風は攻撃を受けて、も回避行動を取ることができた。敵の防御を突破する方法を問題解決し、最終的に特定のターゲットを探し出して攻撃することができた。神風特攻隊の破壊力は彼らを核も獰猛なものにしたが、彼らと対峙した連邦軍兵士に与えた心理的影響もあった。彼らは、あなたを殺すことを強く決意し、喜んで自分の命を投げ出すような人々と対峙した最も屈強な水兵ですら動揺した。おそらく最も成功した攻撃の一つは、1922年10月23日に、40の胸では大軍が帰るのが魚商に動きろは大学在学中に軍に入隊し、戦争に日々風と機械訓練を打った。小川は訓練部隊を卒業し、少尉に任命され、大日本帝国海軍の第306戦闘飛行隊に配属された。小川は、彼の前後の多くの兵士と同様に特別攻撃隊に立候補した。小川は真剣に臨むか、望まないかと尋ねられた。神風特攻隊に参加したいと。小川は質問を話した。普通作者質問を選ぶか、空港のミスをジャーで知った。西洋の神風特攻隊員の見方は、彼らは皆、有塚。この場合は日本、物語には犠牲になるように、自ら数独立隊に移るというものでした。しかし、常にそうだったわけではありません。多くのパイロットが、自分の意思で任務に志願しましたが、より多くの志願兵を集めるために、小川さんのような多くの新卒者にこの質問まで投げられ、決断を迫られました。部隊に参加したいと答えなかった卒業生の中には、上司と彼女の方から考えを変えるように強く書かれることが多かったです。彼らは臆病で不忠であると非難され、従わなければ、家族の恥をかくことになると警告されることがよくありました。小川さんが、志願する要圧力をかけられたかどうかはわかりませんが、いずれにせよ彼は神風特攻隊員。USS バンカーヒルがあり、おじさん、わかりやすい、おじさん、今日は
アメリカ艦隊に対して大規模な神風特攻隊を発動し、その中には小川と彼のリーダーである清掃、ヤシノリ注意がいました。二人は、550ポンドクラ一発を搭載するように改造された三菱の冷戦でも強に近づきました。驚くべきことに、空母の周囲に厳重な防御部隊が配置されていたにもかかわらず、二人の神風特攻隊員は攻撃を仕掛ける手遅れになるまで発見されませんでした。午前10時4分、攻撃を開始したヤシノリ注意は爆弾を甲板に投下し、飛行機をアメリカ艦に激突させました。爆弾は木製デッキを突き破り、海に落ちて爆発しました。ヤシノリ注意の飛行機は武装し燃料を補給したアメリカ機を最大34機破壊しました。その直後、小川は爆弾を投下し攻撃を開始しました。爆弾はデッキを突き破りましたが、ヤシノリ注意の爆弾とは異なり、戦場で爆発し多数の死者を出しました。小川を溶かした爆弾を投下された時、水兵と空軍兵は空母の島構造物に体当たりしようとしたが失敗した。それでも彼の爆弾は艦に甚大な損害を与え、バンカー、ヒルの乗組員350人、全員が死亡し、さらに多数が負傷した。バンカー、ヒルは戦争から撤退を余儀なくされ、小川の攻撃は神風特攻隊にとって大きな成功であった。特攻隊が自殺を図るとき、書の心中を想像することしかできない。小川が両親に書いた最後の手紙で、兵器者は私たちに洞察を与え、出撃について言及している。これは、防御陣地からの攻撃に他ならない。私は、穏やかな気持ちで静かな雲の上を飛んで出撃する。私は生死について考えることはできない。人は一度死ぬべきであり、永遠の大義のために身を捧げる今日ほど名誉ある日はない。私は、出撃の日に笑顔で前線に向かう。